こんにちは、ロック204チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、プログラミングやデータ分析に関する情報を発信しています。さて今回は、以前ご紹介した、ページを使用した筋電図グラフの表示アプリを、さらにパワーアップさせましたので、その機能と実装方法について詳しく解説していきます。具体的には、グラフの表示区間を自由に調整する機能と、その区間の統計量を算出する機能を追加しました。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらが、完成したアプリの実行イメージです。左の画面が、Excel から読み込んだ筋電図の元波形です。そして中央の画面では、波形を整流処理し、下のスライダーを動かすことで、表示する区間を直感的に調整できるようになっています。さらに、右側の画面のように、指定した区間のデータについて、平均値や標準偏差といった統計量を瞬時に計算し、表示させる機能も実装しました。これにより、筋電図データの分析がより効率的に行えるようになります。今回のアプリの GUI は、Python のトキンターと、その GUI ビルダーである、ページを使って作成しています。こちらがページの設計画面です。メインのウィンドウである、トップリーベル1に、グラフを表示するためのフレームや、各種ボタン、スライダーなどを配置しています。そして、統計情報を表示するための別のウィンドウとして、トップリーベル2を用意し、テキストボックスやボタンを配置しました。このように、ページを使うとドラッグ&ドロップで直感的に画面を設計できます。ページで GUI を設計し保存すると、こちらのファイルが自動的に生成されます。emg2.tcl がページの設計情報ファイル、そして、その設計をもとに生成された Python コードが emg2.py と emg2_support.py です。emg2.py に端 UI の骨格が、emg2_support.py にはボタンが押された時の処理などを記述していきます。今回はこの emg2_support.py に機能を追加していきます。こちらが、ページが生成した emg2.py の冒頭部分です。GUI の各部品、例えばボタンやラベル、スライダーなどの設定が記述されています。今回、新たに追加したスライダー T スケールやボタンなどのウィジェット設定も、ページが自動でこのファイルに追記してくれます。基本的に私たちがこのファイルを直接編集することはありません。そしてこちらが、メインの処理を記述していく emg2_support.py です。前回作成したコードに、今回の新機能を追加していきます。ここからは、このファイルにどのような変更を加えたのか、ポイントを絞って解説していきます。まず、メイン関数です。ここでは、統計情報を表示するための第2のウィンドウトップリーベル2を生成するコードを追加しています。アプリ起動時に、メインウィンドウと一緒にこのサブウィンドウも準備しておく、という処理ですね。次に、UI の初期設定を行う initialize_UI 関数です。先ほど生成した統計情報ウィンドウは、最初から表示されている必要はありません。そこで、_top2 withdraw という一行を追加し、アプリ起動時には非表示にしておくように設定します。bind_events 関数では、各ウィジェットの動作と関数を結びつけます。今回は、2つのスライダー T スケールが動かされた時に on_scale_update 関数が呼ばれるように設定します。また、統計情報ウィンドウにある、クリップボードにコピーボタンや、閉じるボタンが押された時の処理も、それぞれ対応する関数に紐付けています。データを読み込む on_read_data 関数です。前半部分は変更ありません。Excel ファイルの読み込みが成功した後、スライダーの稼働範囲を設定する処理を追加しました。読み込んだデータの時間 SEC の最小値と最大値を取得し、それをスライダーの from_to に設定します。これにより、スライダーがデータの全範囲をカバーできるようになります。設定後、update_plot を呼び出してグラフを初期表示します。グラフの描画を更新する update_plot 関数です。ここが今回の肝となる部分です。まず、2つのスライダーから現在の値、つまり表示範囲の開始時間と終了時間を取得します。そして、
その範囲内のデータだけをディスプレイアンダーラインデータとして抽出します。あとは、このディスプレイアンダーラインデータを使ってグラフを描画するだけです。これにより、スライダーに連動してグラフの表示範囲が変わる、という仕組みが実現できています。こちらは、スライダーが動かされた時に呼ばれるオンアンダーラインスケールアンダーラインアップデート関数です。この関数の中身は非常にシンプルです。スライダーの値の整合性をチェックした後、ラベルの表示を更新するアップデートアンダーラインスケールアンダーラインラベルズ関数と、グラフを再描画するアップデートアンダーラインプロット関数を呼び出しているだけです。スライダーが動くたびに、この関数が実行され、グラフがリアルタイムに更新されます。新しく追加したアップデートアンダーラインスケールアンダーラインラベルズ関数です。これは、スライダーの現在の値を読み取って、ウィンドウ右下のラベルに表示するための関数です。小数点以下2桁まで表示するようにフォーマットしています。これにより、現在の表示範囲が数値で正確に確認できます。次に、統計量を表示するオンアンダーライン小アンダーラインスタツ関数です。まず、アップデートアンダーラインプロット関数と同様に、スライダーで指定された範囲のデータを取得します。そして、パンダスの便利な機能である、ディスクライブメソッドを使って、平均、標準偏差、最大値、最小値などの基本統計量を一括で計算します。最後に、計算結果を整形してテキストオイジェットに表示し、アンダーライントップに .dconify で非表示だった統計情報ウィンドウを表示させます。これで見たい範囲の統計情報がすぐに確認できるわけです。最後に、統計情報ウィンドウのボタンに関する2つの関数です。オンアンダーラインコピーアンダーライントゥアンダーラインクリップボードは、表示されている統計情報をクリップボードにコピーする機能です。レポート作成などに便利ですね。オンアンダーラインハイドアンダーラインスタッツは、ウィンドウを閉じるための関数で、ウィズドローメソッドで非表示にしているだけです。今回は、ページを使用したキンデンズ分析アプリを作成しましたので紹介します。こちらが GUI 作成ツールのページで作成したキンデンズ分析アプリの画面となります。こちらがメインページとなるトップレベル例の画面です。ここでは、キンデンズ EMG データを読み込み、表示することができます。そして、こちらの画面がトップレベル1の統計値を表示する画面です。こちらに示すのが、ページによって自動生成されたファイルとなります。そして、これらのファイルを修正することによってグラフ表示などの機能を追加しています。それでは、プログラムを実行してみましょう。しばらくすると、こちらのメイン画面が表示されます。ここより EMG データを読み込みます。読み込むデータは、このような Excel シートに記録されたデータとなります。A 列には、時間経過を1000分の1秒単位で記録しています。そして、B 列には、チャンネル1のキンデンズデータ、C 列には、チャンネル2のキンデンズデータを記録しています。それでは、データを読み込んでみましょう。すると、このような形でキンデンズデータが読み込まれます。上が1チャンネル目のデータ、下が2チャンネル目のデータとなります。ここで、整流波形のラジオボタンをクリックすると、このように整流された波形が表示されます。こちらは移動平均処理を行うコンボボックスとなります。このように、移動平均の工数を変更することによって、平滑度を調整することができます。画面の下には、表示範囲を調整することができる T スケールウィジェットを配置しました。上の T スケールが表示開始位置、下の T スケールが表示終了位置を調整するのに使用します。そして、この表示された区間の統計量を求めるボタンを画面右下に配置しています。ボタンを押すと、このように表示区間とその区間の基本統計量を表示します。ここでは、データ数、平均値、標準偏差、最小値、パーセンタイル値、最大値を表示します。表示されたデータは、
こちらのクリップボードボタンを押すことによって、メモ帳などに貼り付けることができます。メモ帳を起動し、このように貼り付けを行うと、このデータを保存しておくことができます。